おしっと急にチャンスがやってくる。惜しかったよ。おしっとはいきっとだように綺麗に飛ばして開けるとやってくる。はい来ました。はい、おはようございます。ブルーブルーの高橋祐介です。今日はですね、こんな感じに、東京湾なんですけれども、オープンエリアにやってきています。ここ最近ね、イワシが回ってるってことなので、今日はそのイワシについたシーバスを狙っていこうかなと思っています。はい。で、今、頭詰め日が上がってきて、多分この後イワシが回ってきて、それについたシーバスがもう一緒に回遊してくるんじゃないかなと思うので、頑張っていきます。はい、じゃあ、ぼちぼちやっていきましょう。よし、じゃあ行きます。はい、じゃあ先発はブロイン140です。これのジャーキングで、誘ってみようかなと思ってます。まあブロインジャークでリアクションも兼ねてね、アピール力も高いので、ルアー見つけてくれる可能性がやっぱ高くなると、こういうね朝一のいい時間も取りこぼしなく魚釣れるかなということで、まずはブロインジャークしてみます。で着底して1回水かませて、その後ワンピッチですね。このぐらいでポーンポーンポーンと弾く前にねちょっとスラッグ作ってあげると綺麗に飛びます。なんで最初は背中の明るい色ですね、ルアーが、今使ってるのがチャートバックデカレンズとか、あれ背中がチャートなので非常に見やすいのとか、あとピンクですね。そういうのを使って明るい時間にしっかり飛ぶ力加減とかスラッグの作り方をこうやって目で見て最初練習していただくと、今ちょっと全然見えないんですけど、そういうね見えない時間帯もうまく飛ばせれば釣れるので、まず最初そういう背中の見える色ですね、こういうので練習してもらうといいかなと思います。もしかしたら青物も回ってくるかもしれないですね。最近そのイワシシーバスだけじゃなくて、稲田はもうついてないかもしれないですけど、あとはサゴシサワラですね。そこら辺ももしかしたら釣れるかもしれないですね。あと意外とこのテトラギは結構先までテトラが入ってるんですよ。なのでちょっと斜めに投げてもシーバスがついてたりするのでありですね。よしと急にチャンスがやってくるシーバスですね。急に来ましたね。サイズはそんな大きくないけど、さてランディングが大変。よし来た、よし入った、入ってないか、よしいった、イエーイ、早速1本。チャンスは突然でしたね。これ気持ちいいですよね。やっぱジャークの後のドンがブロインジャークで早速来てくれました。いやとりあえず楽しいですね。やっぱジャークドンが気持ちいい1匹です。いや朝一いいですね。まだ釣れそうなのでどんどんやっていきましょうか。よいしょよいしょよいしょ。よしいった、バイバイ。よしもうちょい頑張りましょう。よっしゃいけ。でブロインジャークはねバイブレーションとかで擦れた状況にも強いんですよね。なぜかこのでかいルアーをこうジャーキングしてると、バイブレーションで今まで全く反応なかった時に反応あったり、このやっぱジャーキングで常にこうやってルアーを動かしながら突如この竿がドンって止まるんですよね。でその瞬間がやっぱ最高に楽しいですね。リアクションの釣りなので普通のルアーで見切っちゃう時にでも、あとは、水がきれいな時ですね、クリアな時、普通のルアー通してもどうしても
魚は追ってくるけど食わないとか、そういう状況よくあるんですけど、このブロインジャークはもう一スイッチ入れるのか、口までしっかり使わせて、だから水がきれいな時にも非常に強いですね。で今日使ってるロッドが、ブルーブルで開発中の9フィート9インチの、竿になるんですけど、このブロインジャークを非常にしやすい仕上がりにしてます。なのでロッドバランスであったり、この張りですよね、ロッドの張り、あと調子も結構ね、もうブロインジャークしやすいように作ってあるので非常に楽です。こんなしゃくってて疲れないのってもしかしたら思われる方いるかもしれないんですけど、もう全然ずっとやってられますね。でこのルアーの飛距離ですね、この飛ぶ性能もブロイン140が本当によく飛ぶように、作ってあるので、ジャーキング専用って言っても過言ではない、ロッドですね。鳥が飛ばないですね今日。これからかなちょっと不安になってきましたよ。いつもこの時間もう飛び始めるんですよね。でもう結構つっついたり、あとは沖で青物のナブラが立ったりで、結構ねもっと賑やかになるんですけど、まだ今日はそれがないですね。はい、ちょっとカラーチェンジします。ハイブリッジですね、これでやってみます。ちょっとだけそっちずれましょうか。よし、おしっとちょっとやっぱ場所変えたらいたね。なんだこれ、もしかしたら幸せじゃないか。浮いてこい浮いてこい浮いてこい。あ、シーバスだシーバスだ。違うかと思ったらシーバスでしたね。やっぱ移動が良かったですね。よいしょよいしょ、いったー。はい、来ましたシーバス。ブロインは同じく 140S からはハイブリッジですね。今移動して一頭だったんですけど、勝負がやっぱ早いですよね。もうボトム付近にいる魚が急浮上して食ってくることが多いので、この引っ張り上げる力ですよね、魚を上に。その力が非常にあるメソッドなので、やっぱねバイブレーションよりすぐ決着がつくことがやっぱ多いですね。はいバイバイ。いやー朝からいいですね、楽しい。あとこのジャークがやっぱ楽しいんですよね。まだ釣れるかな。でこのブロイジャーキングはね、こういう、オープンエリアだったり、あと川でも効きますし、結構基本どこでも効きますね。でやっぱ一番効果があるのはやっぱ多少水深があるフィールドですね。それなりに魚のやっぱストック量がありそうなところ、やっぱ魚を下から、引っ張る力が強いので、シャローだったら別にジャーキングで離す魚もやっぱいるんですけど、どっちかって言ったら他のシャローミノとかでもやっぱ食うんですよね。結局近いのでルアーと魚の距離が。だけどこういう水深あるフィールドはどうしてもねこういう魚の距離が遠くなるので、一つはねさっきみたいにバイブレーション沈めて巻くか、あとはこのやっぱブロインジャークでボトムにいる魚をこう上に引っ張り上げたりとか、バレた、引っ張り上げたりするのがいいんですよね。おりゃ
気持ちいい。ジャークやっぱ下手始めですね。そんなに長いことやる前に来ましたね。シーバスだ。元気元気、イワシ食ってるから元気。ちょっと待ってね。よいしょ。一回沖に出ていいよ。そうそうそう、一回沖に出さして、はいで、はい、来ました。もうブロインジャックハマってますね。3連発楽しい。いやー、やっぱこのデイゲームでね、こうやって魚のジャンプ見られるし、何しろやっぱこうやってハンドル止めてくれる衝撃と、その後もねファイトもジャンプも楽しませてくれるので、いやー本当にいいターゲットですね。ありがたい。じゃあちょっとカラーチェンジしてみましょうか。ルアーは変わらずブロイン 140S で、カラーブルブルですね。これも非常に、これ昼も夜も強い、非常に信頼しているカラーです。よいしょ。正直もう3本取れてるんで、サイズはちょっと可愛い目ですけど、3本取れてるんでロケ終了してもいいぐらい。だけど想像以上にね、まだ1時間弱ぐらいしか経ってないからもっとやってもいいと思ったらきっと、これちょっと魚いいか、それか魚が違うかどっちかだな。重いよこれ。めちゃくちゃ引きましたね。ほんとこのロッドブロインジャックが疲れずやれるって思ってたら食った。ほんと釣れるよねブロインジャーク。はい、来ました。連発。同じ立ち位置でも扇状に投げながらやるとやっぱね、魚呼ぶ力が強いので、こんな感じに一回潜らして、でジャーキングで最初の数ジャークが多い。ほら食ったちょっと、うわ、いいエラライ。よし、いった。よっしゃー、これは60アップですね。きました。リール巻いて1回水かませて、あとは綺麗にダートさせるだけ。これであとはもう腕が突如ドンって止められますね、このしゃくってる手が。それが本当に、それが最高に気持ちいい。バイブレーションだとね、これグリグリドンだけど、このね止められる瞬間が、はい、すぐ逃がしてあげましょう。はい、いった。ハマるとこんな感じです。ブロインジャークはまさにハマってる。やっぱこのブロインジャークで一番今までで記憶に残ってるのが、やっぱ沖堤防でバイブレーションとかワーム投げても一切釣れないんですよね。だけどドニッチですよ。だけどこのブロインジャークでやったら急にチェイスが始まって、それで急に釣れ始めるんですよね。なので、よく沖堤防で使うバイブレーションだったり、スピンテールジグ、あとワームですね。それプラスこのやっぱブロインジャークっていうメソッドを持っとくと、僕自身釣れる自信が、釣れる魚がやっぱ増えましたね。はい、食った、食った、バレた今の本当テトラのこのもう本当に1メーター2メーター先だから、もうシーバスがずっと多分予想ではチェイスしてて、最後ね追い込んだ、このもう逃げ場のない場所に追い込んだと思ってバイトするんですよね。そういうこともやっぱ多々あります。よくね稲っ子でシャローで釣る釣りと一緒ですよね。ルアーキャストしてシャロー側にルアーをどんどん引いてきたりして、それでね本当に最後の最後そういうシャロー側で止めてたりするとボンって出るような。
はい、ヒットだよ。今のは左側に投げた。次はやっぱね、こうやって広範囲に投げた方が釣れそうですね。手前であんま暴れるとここ嫌なので、ちょっとね手前で暴れると嫌なんで、あえてねこうやってエラ洗いさせて魚の体力を今奪ってます。で、あとは誘導、手前まで誘導してきたら、ちょっとあんま手前までね一気に押しちゃうと手前でのランディングが相当難しいので、沖から一発で決めたいですよね。よいしょよいしょ。あとは波のタイミングを待って、波のタイミング待てばね、あとは自分で来てくれるんで。よいしょ。もう一回もう一回、そうこんな感じ。よいしょ。はい、ちょっと危ないぞこれは、入り方が。よいしょ、いった。はい、追加です。いや、これもいいスズキですよ。60センチ超えてる。綺麗に飛ばす、ただそれだけがコツです。イエイ。さあ来ましたよ。今9本目かな、多分9本目。あと1本釣ればレイでつ抜け、ブロインジャークでつ抜け。ちょっとね大爆鳥に見えてますけど、もうこの動画だけ見ると、ただ見る限りですよ、見る限りバイブレーションとかジグとかの方は見る限りはそんな釣れてないです。もちろん多分数本は見ましたけど、多分こんなには釣れてない。これはやっぱもうほんとブロインジャークの威力ですよね。ですね。でもやっぱバイブレーションももちろん必要なんですよ。バイブレーションにやっぱ反応する日もあるし、あとはもっと爆風が吹いてるとか、もう水面がその風でうねりとかでもう波立ちまくっちゃってる時とかはバイブレーション投げることももちろんあります。バイブレーションとか、あとジョルティですね、ジグヘッドワーム、あっち投げる時もありますけど、今日はね風も穏やかでこんな感じに水面も非常にないでるので、ブロイジャークがやりやすい日ですね。釣れるし、で意外とねちょっと立ち位置変えて通す場所一緒でも角度変えたりすると出る魚もいるので、そんな反応ないと思ったら同じ場所でやり続けず、通すコースちょっと変えるだけでも反応変わりますし。おいしくったよ。いろんなことやっていくのが重要ですね。さてやばい相当擦れてる。この下テトラ入ってるんですよね。やばいなこれ、なんかテトラに擦れてるな。ちょっとテトラ取りましょう。頑張って一回ベル起こします。取れたんじゃない。取れた。ちょっとトラック緩めたんで一回閉めて、よし取れたでしょ。危ないちょっとかかりが悪いんだね。移動しちゃったね。よし、ちょっとここでランディング難しそうなのであっち行きましょう。よし、ここならできるかな。ちょっとね針が移動してますね。バイブレーションの早巻きとかじゃないからスレっていうのはほぼありえなくて、ただね口で食ってフックがこんな感じに移動しちゃう時もあります。はい、ちょっとかかりどころが悪くて苦戦しましたが無事ネットインと。はい、来ました。でもほら見て、口にフック跡があるから、これ10本目つ抜けですね。いやー本当にブロインジャークがハマってる。本当に爆発力のある釣りですよね。はい、来ました。ブロイン140、ジャーキング。終始ジャーキングに好反応ね。多分もう
しっかりとした集計はしてないけど、おそらく竿頭な気がする。それぐらい今日はブロインジャークがハマった日でした。よし、はい行きます。はい、リリースします。はい、ありがとね。ここが出口だよ。ここが。よっしゃー。いや、ブロインでつ抜け 140S でつ抜け大満足です。でね、まあ今日こんな感じでとてもね爆発力のある、メソッドなのでね、この 140S、まあ、ブロインシリーズですね、 165F、125F スリム、ブロインシリーズ全てにおいてね、このジャーキングとても綺麗にね左右に飛ぶように、作ってあるので、ぜひ皆さんもこのブロイン 140S、まあ、ブロインシリーズ、使ってこんな感じに、特にデイゲームですね、デイゲームのジャーキングで、シーバス釣ってみてください。はい、それでは今日はありがとうございました。お疲れ様でした。